皆さんこんにちは、ゆそうです。今回は大陸版実装された熱血教師ブリッツの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ブリッツは電撃属性の全体デバフキャラ、敵のダウン値を大量に削って強制ダウン、そしてダウンした敵に高いデバフを与える能力を持っています。ブリッツはスキル1を使うことによってスキル3が発動可能になり、そしてスキル3を使うことによって敵に大幅なデバフを付与、そしてさらに超極限という状態を獲得し、次に使うスキル1とスキル2を強化する性能を持っています。それでは各スキルの詳細な性能について見ていきましょう。ブリッツのスキル1は敵全体に電撃属性のダメージ、そして敵の防御力をダウンしダメージをアップさせる重傷というデバフを2ターン付与します。スキル3による超極限状態を持っている場合はスキルのダメージが 30% 上昇します。まずはこのスキルから使ってスキル3につなげていきましょう。そしてスキル2は敵全体に電撃属性のダメージを与え、追加でダウン値を1つ削り重傷を1ターン付与、さらに超極限状態であれば追加でダウン値を3減少させ、ダウンボーナスと被ダメージをアップさせる撃破という状態を付与します。 P5X にはダウンボーナスと呼ばれるダウンしている敵が受ける最終ダメージが 10% 上昇する効果があります。そのダウンした敵に対する最終ダメージが上昇するため大きなダメージアップを与えることができます。スキル1で発動可能になるスキル3は敵全体に電撃属性のダメージを与え、敵のダウン値を追加で5個強制的に減らします。さらにスキル2でも与えたダウンボーナスと被ダメージがアップする撃破を付与、次に使うスキル1かスキル2を強化もできるため、スキル1を使った後は必ずこのスキルを使っていきましょう。そしてブリッツのハイライトは敵全体に電撃属性の特大ダメージ、そして敵を 50% の確率でめまい状態にします。さらにハイライト発動後に敵をダウンさせることによってその敵の防御力を永続的に下げることができます。一度使うだけでデバフがずっと続く優秀なハイライトになっていますね。ブリッツの使い方ですが、味方のアタッカーの攻撃周期に合わせてスキルの使い方を変えてあげましょう。春節輪などの2ターンおきに大ダメージを与えるアタッカーであればスキル1、スキル3を交互に使っていけば OK です。3ターンおきに大ダメージを与えるアタッカーであればスキル1、スキル3、スキル2の順番でスキルを使っていくといいでしょう。どちらもダウンした敵に対して大きくダメージを上昇できるため、敵がダウンする戦闘では特に強力な能力になっています。ブリッツのスキル一覧がこちら。ブリッツのデバフの量は全てブリッツの速度に依存しています。ブリッツはスキル3を使うことによって2ターンの間重傷の防御力ダウン量を大幅にアップする能力を持っており、スキル3を使ってから2ターンの間は特にデバフ能力がアップします。そしてダウンしている敵を攻撃するときに味方の攻撃力を 30% アップする効果、戦闘中速度に応じてブリッツ自身の攻撃力をアップする能力がついています。敵の弱点を無視してダウン値を大幅に削ることができる唯一無二の能力を持ったキャラクターになっていますね。ブリッツの武器効果一覧がこちら。ブリッツの星5武器は速度を 15% アップし、スキル3使用時に自身のクリティカル率をアップ、そしてさらにブリッツが敵をダウンさせることによって敵が受けるクリティカルダメージをアップすることができます。ブリッツ自身が敵をダウンさせる必要はありますが、大きなデバフを与えることができますね。星4武器はブリッツ自身の攻撃力をアップする能力になっており、味方へのバフ性能などはありません。ブリッツのおすすめ刑事カードセットについて、ブリッツは速度のパラメーターがとにかく重要なため、速度を上げながら味方の余ダメージをアップできる和解と創造のセットが強力です。ステータスはとにかく速度が重要なので、スキルレベル10の段階でバフの量が最大になる180を目指して速度を上げてあげましょう。残った分はクリティカルを中心に他のアタッカーのように攻撃性能を上げるものを装備していけば OK です。ブリッツの凸効果一覧がこちら。ブリッツはダウンさせることによってデバフ能力を上げるブリッツの個性を伸ばす凸効果が揃っています。一つはブリッツが敵をダウンさせるたびにその敵のダウン値の上限が永続的に1減少していきます。さらに撃破状態の敵が受けるクリティカルダメージが 30% アップ、そして電撃属性ダメージを与えるとき 100% の確率で関連を付与する能力もついてきます。クリティカルを中心にブリッツのサポート性能がアップしますね。二突効果ではブリッツがスキルで敵をダウンさせるとダウンボーナスが 10% アップ、さらに味方の攻撃力を永続で 10% アップさせていきます。別枠バフであるダウンボーナスが増えるため火力アップ性能が高いですね。そして4突効果ではハイライトによる永続デバフに火ダメアップを追加、さらに貫突効果が特殊なものになっており、貫突ブリッツは戦闘開始時闘魂を2層獲得し、スキルを使うたびに闘魂を追加で1層獲得、
ターン開始時に闘魂を消費することによって攻撃力 50% アップ、クリティカル率 10% アップ、クリティカルダメージ 30% アップ、ハイライトがクリティカル可能に、そしてさらに重傷を持つ敵が受けるダメージが 30% 上昇し、撃破状態の敵のダウンボーナスが 20% 上昇します。ブリッツの攻撃性能、そしてデバフ性能を大幅にアップすることができ、アタッカー兼デバフキャラのような立ち回りができるようになります。さらにブリッツがやられてしまうようなダメージを受けるときは闘魂を一層消費して一度だけ回避する能力も持っています。ブリッツの星5武器と一つの比較ですが、星5武器には速度アップがついており、ブリッツの要求ステータスを最大限満たしやすくなるため、星5武器を優先してあげるといいでしょう。ブリッツのおすすめパーティー編成について、ブリッツは敵をダウンさせることに特化したサポーターで、同じくダウンした敵に大ダメージを与えることができるアキッコと最も相性がいいキャラクターになっています。アキッコは電撃属性弱点を持たない敵に対して敵のダウンを狙いにくいという弱点がありましたが、ブリッツは弱点に関係なく強制的に相手のダウンを減らせるため、アキッコの弱点を補ってくれますね。他にも全体アタッカーのパーティーであれば無理なく採用できるキャラクターになっています。それではブリッツの強み弱みについて見ていきましょう。ブリッツの強みは何といってもそのダウン性能。スキル3で敵のダウン値を強制的に5つ、スキル2でも敵のダウン値を強制的に4つ減らすことができるため、ダウン可能な敵ならほとんどの敵を無理やりダウンさせることができます。そしてダウンした敵に対して高いデバフ性能を発揮します。ダウンボーナスをアップさせる初めての能力を持ったキャラクターになっており、ダウンしている敵に対するダメージを底上げすることができますね。ブリッツの弱みは敵がダウンしない場合はデバフ性能を存分に発揮できない点です。全ての能力が敵をダウンさせ、ダウンしている敵に対するダメージをアップさせることに特化しているため、敵がダウンしない戦闘では他のサポーターを優先して編成してあげることになります。またそれも相まって現状ブリッツを最優先で編成したいパーティーがアキッコのパーティーのみになっており、少し汎用性に劣るキャラクターになっています。ただ敵のダウン値を削る量については間違いなく唯一無二になっているため、敵を素早くダウンさせる必要がある戦闘では他のキャラクターにはできない立ち回りができるキャラクターになっています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ブリッツはそのビジュアルにふさわしく、とにかくダウン全振りという気持ちいいキャラクターになっていますね。現状活用の場面は少ないですが、今後の実装キャラクターやコンテンツでブリッツが輝く場面が増えることを期待したいです。カイドルとはいえ先生がペルソナ使いになるという非常に熱いキャラクターですからね。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。